ねえねえ、すみれ、最近ネットで話題になってる何か面白いニュースとかある？そうね。最近、とあるフェミ騎士が起こした事件が話題になっているわ。台湾には萌えがない。引きこもりオタクは現実を見ろ。といった発言をして大炎上してしまったのよ。フェミ騎士って何？それに台湾に萌えがないってどういうこと？フェミ騎士というのはアニメやゲームなどのサブカルチャーを批判する人たちのことよ。このフェミ騎士が、ねぽうよ、オタクは引きこもりおじさんばっかりだから旅行をしない。台湾なんか一度でも行けば、萌えなんかほとんどないことを知っている、と、台湾に萌えキャラクターがほとんどないと主張したんだけど、それが完全な嘘だったために炎上してしまったのよ。へえ、そうなんだ。でも、台湾って日本のアニメとか人気だって聞いたことあるんだけど、本当に萌えないの？そうなのよ、葵。実は、実際には台湾の街中にはこんな感じで、かなり目立つところにアニメの広告がたくさんあるし、時期によっては電車の中にも美少女キャラクターの広告が普通に掲示されているわ。さらに、VTuber のイラストが描かれたトラックが走っているのも珍しくないのよ。じゃあ、そのフェミ騎士の言ってることって完全に間違ってるんだね。でも、どうしてそんな簡単にバレるような嘘を言っちゃったんだろう？そうなのよ。おそらく、このフェミ騎士は実際に台湾に行ったことがないんじゃないかと思われているわ。でも、一応、本人もオタクなんかに負けたくないと思ったのか、実際に台湾に行ったことがあるという証拠として写真を投稿したんだけど、それがまた問題を大きくしてしまったのよ。どういうこと？写真を出したのになんで問題になったの？その写真がこれなんだけど、このように街中で撮影した写真を出してきたものの、台湾でわざわざオタク風の人を見かけてその人のファッションをバカにしたり、その人をつけ回して、その人がアニメイトに行ったと異国の地で知らない人にストーカー行為したことを自慢したりしていたの。それって完全にアウトじゃない？ストーカー行為なんて犯罪だよね。そうよ、葵。まあ、おそらくヒロイが使って適当なこと言ってるんだと思うけど、でも、もし本当にそんなことをしたのなら、犯罪行為よ。でも、多くの人はこのフェミ騎士が嘘をついていると考えているわ。台湾旅行をしたことがないのに、知ったかぶりをしているんじゃないかって。なるほど。でも、なんでそこまでして萌えキャラを否定しようとするんだろう？それが不思議なところなのよ。実は、こういった過剰な反応をする人は他にもいるの。例えば、宇都宮市産業 PR キャラクターがミニスカートのアニメキャラだったことに対して、ある40代の男性ついフェミが激怒したケースもあったわ。40代の人がそんなことに激怒？ちょっと信じられないな。そうなのよ。ミニスカダのエロで脚光するのはいい加減やめてくれよ。古臭い昭和の親父の発想やん。もっと斬新な表現を見せてくれよ。なんて言って、さらには、今後もこういう萌えキャラを使おうとするなら灰になるまで燃やしてやる。なんて放火予告までして問題になってしまったの。それって脅迫じゃない？そうね、多くの人もそう思っているわ。へえ、そうなんだ。でも、そのフェミ騎士は謝らないの？残念ながら、謝罪はしていないわ。むしろ、秋葉原みたいなところに行かないと萌えはない、と言い張っているの。でも、それに対して、台北の駅に行けば間違いなくそういう絵があるけど、と普通に反論されて、とどめの一撃を食らわされてしまっているわ。うわ、もう完全に負けちゃってるね。でも、なんで素直に謝れないんだろう？そうね、多くの人が、素直に知識不足でした、すみません、と謝ればいいのにと思っているわ。今の時代、ネットで少し調べれば嘘かどうかすぐにわかるから、こういう発言は慎重に素敵なのよ。なるほど。でも、こういう人たちって本当に台湾や韓国のこと知らないんだね。そうなのよ。実際には、今や多くの国でこういった萌えキャラクターの広告や絵が普通に見られるの。むしろ、それが人気があるからこそ増えているんだわ。へえ、そうなんだ。じゃあ、これからはそういうのを素直に受け入れた方がいいってこと？そうよ、葵。時代の流れとともに、こういった文化も広がっているの。知ったかぶりをせずに、実際の状況を理解することが大切だわ。特に台湾や韓国のような、日本の文化の影響を強く受けている国々のことを語る際は注意が必要よ。なるほど。でも、このフェミ騎士のツイートに対し、他の人はどう思ってるの？そうね、ネット上の意見を見てみると、多くの人がこのフェミ騎士の発言に呆れているわ。例えば、自分が台湾よく行ってた時はまだまだだったけど、それでも当時の国家少女は萌えコンテンツ結構あった。近年はもう、空港から萌えあるんじゃなかったっけ？行ってみてない人はどういうルートで行ったのかしら。本当これ、日本に限らず世界でも萌えが減らずに増えてるのって、要するに大衆受けしたからなんだが、あれに文句を言う人たちって、自分の脳内で形成してる歪んだ社会が現実だと思い込んでるんだと思う。どんだけが象付きで反論されまくっても、私がないと言ったら存在しないの、と言わんばかりに定型文ペタペタ貼るだけで反論した気でいるオタク叩き決意フェミの、ごめんなさい、お言えない悲しき生態。
台湾なんか一度でも旅行に行けば、日本と大差ないくらいに萌えが街中にあることをみんな知っているんだけどな。この方は台湾旅行中ずっと目隠ししたままだったんだろうかと、台湾には萌えなんかほとんどない発言に、何言ってるんだこいつ、さっさと謝罪すればいいのに、といった意見が多いわね。そっか。でも、こういうフェミ騎士ってどうして萌えキャラが嫌いなんだろう？それはね、人それぞれ好みは違うものだけど、中には自分の価値観を押し付けたがる人もいるの。でも、大切なのは他人の趣味を尊重することよ。萌えキャラが好きな人もいれば嫌いな人もいる。それを受け入れることが大切なの。なるほど。じゃあ、私たちはどうすればいいの？そうね、私たちにできることは、まず正確な情報を得ること。そして、他人の趣味や文化を尊重する心を持つことよ。批判するにしても、事実に基づいた建設的なものでなければいけないわ。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。